明日のお客様、明後日のお客様とか、支店長として未来へ向けた仕事をしなきゃいけないんで。管理職に出世する社員は仕事をしていないっていうタイトルでお話をいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。一つはですね、やっぱ普通のメンバーとマネージャーとかですよね、やっぱりその仕事の内容が変わるっていうことが一つと、うちもそうなんですけど、体で仕事するとか時間で仕事するとかではなくて、頭を使う比率が増えると、時間よりも質、量より質を求められるとか、そういう風に変わっていくので、仕事をしていないと見られること、そういうことが増えるのかなと思います。決してだからしていないわけじゃないということが一つですね。例えば引っ越し分かりやすいですよね。現場の時は、当然ながら朝来てトラック乗って出て行って現場で作業をして、でそういう姿を周りも見てるし、事実としてやってるの分かるんですけど、例えば支店長になりました。で支店長になると、朝来て事務所にいて、でみんな現場出てますから、支店長が昼間何やってるかとか、目に見えないところでやってることはやっぱ分からないですよね。でそれをやっぱ働いてないんじゃないかとか、仕事してなくねとかっていう風にやっぱ思っちゃう人はいるみたいな、多分そういう話だと思うんですよね。そうですね。例えば営業で言うならばね、営業のプレイヤーの時は一生懸命電話したりメール送ったり客先に通ったり、そういう実動が見れますけど、マネージャーになった瞬間にお客様のところに行くのも、重要なお客様だけとか、電話も基本的には社外にはほとんどしてないとかで、実際別に売ってるっていう数字も当然ですから別にないわけで、自分が売ってる数字ですね。だからなんか仕事しないんじゃないのみたいなにプレイヤーの人は若干こう思いがちになってしまうことがあるから、なんかこういうタイトルで来るのかなと思います。そうですね、はい。先日もなんかキングダムとか戦国時代に例えるとって言いましたけど、簡単に言ったら経営陣とかは戦略を練るのが仕事であって、マネージャーは戦術を作ってこう実行させるのが仕事であって、メンバーは戦闘をするということなので、マネージャーは戦闘をするメンバーから戦術を練る役割に変わったので、それが前線に先頭を切って敵をこうやっつけに行くとかっていうのがではなくて、戦に出る前から戦術を考えてとか、準備とかですね、こういったところにやっぱり計画を練ることとか、そういったところにこう重点が置かれるようになったから、一見、仕事をしてないように見えたりとかする時があるんじゃないかなと思います。なるほど。そうは言っても従業員から仕事をしてないんじゃないのこのマネージャーみたいな思われてしまった時にこう対処した方がいいみたいなのってあったりするんですかね。一つはでもやっぱチームとして結果出すことですよね。やっぱりそれがやっぱり仕事してるっていうことだと思うので、そのマネージャーに対してそう思うかっていうのを考えると、不満とかなんかいまいちうまくいってないとか、そういう時になんか言い方悪いんですけど、若干こう何が悪いんだろうってやっぱ考えちゃったりすると思うので、他人に求めがちになっちゃうというか、なので結論チームで結果出てれば別にそれで OK になるんですよ全部で。あとはだからなぜ結果が出たのかとか、あとは情報共有かなと思いますけどね。コミュニケーションを取っていくっていう意味でも、情報を発信していく、共有していく。今は例えばどういうそれぞれが役割でこういう目標に向かっていくんだよと。で今はこういうことを考えています、やろうとしています、やっていますみたいなことをやっぱちゃんと発信していけば、やってないっていうことは多分言われないと思うんですよね。とは言いながらも、なんか僕マネージャーが現場に出ることはあんまり推奨はしていないんですけど、例えば僕も社長として結構実務やるんですけど、これがいいことか悪いことかっていうのは置いといてですね、一つはでも戦術を練るために、戦略を作るために一回先頭に降りてみるとか、やってみるとかっていうことはやっぱ必要だと思うのと、あとまさにその仕事をしてないとかって言われないためにじゃないですけど、要はコミュニケーションの一つだったりとか、指示命令系統をこうスムーズに保つためとか、意図があってたまに先頭に行くのはいいと思ってるんですよね。このキングダム的に言うとって話ですけど、将軍によってやっぱタイプもありますし、ただもちろんその全部が戦に勝つためなんで、そういった意味では時には意図を持って先頭にちょっと出てみるっていうことは必要だし、そういうことによっても、少しその仕事してないんじゃないかとか、そういうことの払拭っていうのはできるんじゃないかなとは思いますけど。確かにそこの戦略戦術をしっかりこう練るとか、何か目的があった上でのこう実務はいいけど、何にもなしにこう戦術とか練らずに、実務をやる、要はこう先頭を立って突っ込んでいくみたいなことは推奨はしていないってことですかね。そうですね、例としては、仕組み化するために例えばマニュアルをちゃんと作りたいんだと、こういう意図があったとした時に、当然使われるマニュアル、正しいマニュアル、成果が出るマニュアル作りたいわけですから、だとしたら現場の仕事を一旦把握する必要がありますよ
の現状をね、現状把握するために実務入ってみるとか、次にできる人を育てるためにちょっと入ってみるとか、こういうのはありだと思いますし、全然問題ないですよね。ただ人が足んないからとかっていうのはやっぱりちょっと問題が、全然戦略とか戦術のためじゃなくて、じゃあなんか何かを行うための実務はいいけど、ネガティブな要素でこう人足りないとか、その忙しいから入るみたいなのはあんまりお勧めしないみたいな。そうですね。それはマネージャーとしてはやっぱりいいことではないですよね。忙しいからどうしようもないってなった時に実務をするんじゃなくて、なんか仕組みを変えていく方を考えていくのがマネージャーみたいな。そうですね。ことになりますからね。だから例えばうちも本当よくあるんですけど、コロナの時も本当大変だったんですけど、例えば発熱しました、当日の朝に出勤できません。たまにの1人だったらなんとか全然やってるんですけど、例えば当日に10人出勤する予定が2人そうなっちゃいましたって言った時に足りないじゃないですか。そうですね。で本当にこれ予備を用意するとかやっていても、やっぱそれを上回る数が出ちゃったりとかコロナの時やっぱしたんですよね。じゃあ2人足りませんと、大事なお客様の引っ越し入ってるのに行けないじゃないかとか、もしくは3人作業でお約束してたけどやむを得なく2人でしかいないとなった時に、お客様にご迷惑かけれないから僕行ってきますっていうやっぱりこう歴が浅い支店長とかがあるわけですよ。実際でもそれもしなきゃいけないぐらい結構コロナの時は大変だったんで、でもよくよく考えると、確かにそのお客様に対しては本当に申し訳ないですし、3人で行くって言ってた約束を2人で行くっていうことは、例えば料金割り引いたりとかもちろんしますけど、本来は良くないことなので、じゃあ支店長が行ったら3人になるじゃんよと分かるんですけど、抱えてるお客様はその人だけじゃないじゃないですか。もちろん一件一件大事にしていくってなりますけど、当然明日のお客様、明後日のお客様とか、それこそ支店長として未来へ向けた仕事をしなきゃいけないんで、必ずしもその一人欠けたところに出るっていうことがマネージャーとしては正じゃないんですよ。だったならばやるべきことは、いかに自分が未来の仕事をするために現場に出ずにそこを補充するとか、そこを何かできる対応策を考えるとかっていうことがやるべきことで、もっと言うと事務所に残って明日明後日同じようなことが起こらないようにどう考えて準備するかっていうことの方がよっぽどやるべきことなんですよね。こうマネージャーと一般の従業員でもう役割が明確に違うから仕事内容とかも違うし、下から見た時にじゃあ何をやってるのかが分かりづらいから仕事をしていないんじゃないかみたいなことにつながっちゃうってことですかね。そうですね。なるほど。だからそこの戦略を練るとか戦術を練るとか、それを実行していくっていう役割を一般の人も、理解しておいた方がこうよりスムーズに進むなっていうところは思いましたね。そうですね。でまとめると、とにかく結果出せばですね、そんなこと言われませんよと、いうのが1つ目で、2つ目はやっぱちゃんと情報発信共有だから、コミュニケーションとも言い換えられますけど、をちゃんと取っておけば、そんなこと言われませんと。メンバーもちゃんと浸透してると、お互いが支店長の仕事ってとかマネージャーの仕事ってああいうことだよねってやっぱ会話できるんで、むしろマネージャーの仕事してないよねって言った人がお前分かってないなっていう、環境になれば、自然と新しく帰ってきた人もそういうもんだっていうやっぱ認識になるので。そうですね。はい、ありがとうございます。アップル引っ越しセンターではホームページや SNS 等で様々な情報を発信しています。いつでもですね、共に働く仲間は募集しておりますので、ぜひ興味があったらご応募ください。またこの YouTube チャンネルでも研修、対談、現場の様子と様々な動画がありますので、ぜひそちらもご覧になっていただいてチャンネル登録していただけると嬉しいです。最後にぜひこの動画もいいねをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。